愛に飢えているので、欲しいので必死です。だから尽くします。本当に尽くします。とことん尽くします。でも、尽くすのが相手のためではなくて、相手に愛してもらうためなんです。自分のためなんです。だからうまくいかないんです。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家です。現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。アダルト・チルドレンは愛されずに育ったために心が成長できていないだけです。でも心が成長できていないということは、周りに白い目で見られる、居場所がない、安全基地がない、気持ちを分かってくれる人がいない、このような人生になります。何も悪いことをしていないのに、重荷を背負わされながら頑張って生きています。それなのに、本人ですら自己蔑視をして自分を責めています。まず、このことに気づいて、徹底的に自分が自分の味方にならなければいけません。このようなことだけを配信できると、こちらも気楽だし、気分もいいのですが、でもアダルト・チルドレンを克服するためには、自分の味方になるだけでは足りません。自分を受け入れた上で、なおかつ見たくないことを見て、認めたくないことを認めて、自分で自分を育てる必要があります。悪いことをしていないのに、こうなってしまった自分を淡々と直す人は偉大です。本を読んだり、このような動画を見ている人は、それができる偉大な人だと思います。なので、言いたくないことも配信していきます。すべての人に当てはまるというわけではありませんが、自分に当てはまると思う人は、認めて生まれ変わる材料にしてください。聞いていて痛かったら、今はその時期ではありませんので、スルーしてください。でも刺さることを認められるようになると、大きく成長しますので、受け入れられる人は最後まで見ていってください。多くのアダルト・チルドレンは気づいていない人が多いですが、心が成長していないので甘えています。また、気づいてもすぐ忘れる人が多いです。アダルト・チルドレンが嫌われてしまう原因のほとんどがこの甘えです。気づいて意識し続けられれば甘えなくなっていくし、甘えてしまってもそこまで嫌われることもないのですが、気づいていないときはものすごく嫌われます。甘えについての動画は忘れた頃にちょくちょく見返してください。以前、アダルト・チルドレン甘えについてという動画で、アダルト・チルドレンの甘えの全体像を話しました。アダルト・チルドレンにとってはとても重要な内容ですので、よかったらそちらもご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日の話は、甘えているアダルト・チルドレンは、自己中心的に見返りを激しく強く求めているという話です。だから尽くしても愛されないのです。過度に甘やかされて育った人なども自己中心的にわがままになることがありますが、このタイプはここでは触れません。
ここでは心が成長していないために甘えていて、依存心や愛情飢餓が強く不安な人を取り上げます。人は安全基地があって心が成長します。つまり存在しているだけで受け入れてもらえる環境にいて心が成長します。条件付きの愛で育てられた人や、そもそも愛されなかった人や、居場所がなかった人は心が成長していません。心が成長していない人はどうしても子供のように要求が激しくなります。でももう一方では愛されて育っていないから自分は愛されないとも思っています。つまり自分は要求を満たしてもらえる存在ではないとも感じています。さらに心が成長していないということは依存心も強いです。つまり要求が激しく強い。自分は要求を満たしてもらえる存在ではない。依存心が強い。これらが集まっているので、愛情は手に入りそうにない。でもそれがないと生きられない。といった感じ方になります。こうなると、よく行われるのが、見返りを求めた親切です。要するに、何かをしないと自分に愛をくれる人などいないという思考が染み込んでいるのです。ここで終わればまだいいのですが、続きがあります。つまり、見返りは返ってくるものだと思い込んでいます。欲しいものを何もしないで得ようとしているのではなく、何かをして得ようとしているのだから健全な行動だと思う人もいると思います。その通りですが、甘えている人の欲しいものを得るための行動というのは等価交換ではないんです。例えば乾電池をあげて、乾電池をあげたんだから恋人になってねというような要求の仕方です。もちろん乾電池は比喩ですが、いくつか例を出すと、会いに来てあげたのだからもてなしてね。これを買ってあげたのだから一日中一緒にいてね。抱きしめてあげたのだから心を込めて尽くしてね。お金をあげたのだから愛してくださいね。このように、私はこんなにしました。次はあなたの番です。という無言の圧力を送ってくるのです。要求が激しく強い人は、本人は気づいていないのですが、圧力がすごいです。そして甘えている人の共通点は、このように自分目線しかありません。自分目線しかない人は、自分が自己中心的だとは気づきません。世間のみんなと同じように欲しいものを得るために何かをしているのだから私は自己中心的ではない。それなのに相手は乾電池だけもらっておいて愛してくれない。相手は自己中心的だと感じます。確かに最初に何かを相手に与えますが、自分しかない人の贈り物です。相手が必要としているものを贈るという発想すらない人の贈り物です。相手がしてほしいことではなく、自分ができることをして
それでいて見返りを激しく強く望んでいるのです。そして自分が甘えていて自己中心的だとは気づいていないので、見返りが返ってこないと激しい怒りになります。この怒りを口に出す人もいれば、口に出さないけど心の中で激しく憎んでいる人もいます。口に出さなくても心の中で激しく憎んでいれば、オーラや態度で相手に伝わります。このような口に出さない激しい怒りも相手に伝わりますが、激しく見返りを期待している無言の圧力も相手に伝わります。無言の圧力は相手に伝わるということを信じられない人もいると思います。では逆を考えてみましょう。あなたの周りに見返りを期待してあなたに何かをしてくる人はいませんか？そのような人がいるとか、過去にいたと思い当たる人は、それが証拠です。見返りを期待している無言の圧力は、このように相手に伝わります。無言の圧力は、無言でも激しく求めているので、相手はこの気迫を怖く感じる人もいれば、何甘えてんだ、ふざけるな、と感じる人もいます。怖く感じる人の方から見てみましょう。怖く感じて、相手が折れてくれたとします。この時、アダルトチルドレンは自分の要求が通ってほっとするのですが、これも自己中心的な視点です。つまり相手目線がないので、相手の気持ちが全然分かっていないのです。相手はこの時に憎しみを少し溜めています。今回だけのこととして短期的に見ればうまくいったことかもしれませんが、長期的に見ると人間関係の悪化が始まっています。アダルトチルドレンが強すぎる要求を通したときは、ほっとしている場合ではなくて、悪化への道を一歩進んだかもしれないと考えられるようにならないと、急に嫌われてしまいます。次に怖く感じる人ではなく、何甘えてんだ、ふざけんなと感じる人を見てみましょう。何甘えてんだ、ふざけんなと口に出して言わなくても、ふざけるなと感じているのです。期待している見返りは返ってこないことの方が多いです。それでも、ふざけるなと感じながらも、要求に応えてくれる人もいます。これもさっきと同じことです。激しく強すぎる要求が通ったときは、ほっとすべきときではありません。関係の悪化が始まったときです。このように見返りを求めていると人間関係はうまくいきません。恋愛も同じです。このような人は愛されずに育っているので、愛に飢えています。そこで恋愛をすると、こんなに尽くしたんだから愛してくださいねという無言の圧力を送ることになります。愛に飢えているので、欲しいので必死です。だから尽くします。本当に尽くします。とことん尽くします。でも、尽くすのが相手のためではなくて、相手に愛してもらうためなんです。自分のためなんです。
だからうまくいかないんです。このタイプのアダルトチルドレンは、藁をもつかむ思いなので、相手の気持ちを考えるゆとりがありません。自分が相手を操作しようとしていることにも気づいていません。気づいていないから相手に怒りを感じます。こうなると、どんどん相手の気持ちは離れていきます。心が成長している人は、相手に少しだけ求めて、少しだけ与えます。だから健全な関係ができます。でもこのタイプは、たくさん求めすぎるし、たくさん自分を犠牲にしすぎます。これはそのうち怒りになり、憎しみに変わります。求めすぎていて犠牲になりすぎていると、尽くしているのに相手は振り向いてくれないと感じ、私はあなたの何なのという怒りになります。依存心が強い人がここまで尽くしているのに愛されないのは自己中心的だからです。相手のためになることをしているのではなくて、自分のために相手に何かをしているからです。逆の立場で、このような自己中心的な親切をする人が周りにいる場合のことを考えておきましょう。このような人は、普通の人がしてくれないことまでしてくれます。でも、その裏に、私はこれをしました。だからあなたは私にこれをしなければいけません。が隠れています。してくれるならしてもらおうと、軽い気持ちでしてもらうと、激しく見返りを求められて恨まれることがあります。このような人には注意が必要です。次に、このような人がこの状態のまま親になるとどうなるかということも考えておきましょう。このような人は損得感情で生きてるから、ただで愛をあげることはありません。つまり、子供を道具のように利用します。ご飯あげたんだからあれしなさい。お金あげたんだからこれしなさい。家にいるならこれしなさい。子供だったらこれぐらいしなさい。自分が必要な時は、お金をあげたんだからこれしなさいという使い方をしますが、人の気持ちがわからない人なので、子供がお金に困っていても気づきません。または気づいても知らん顔をするかもしれません。さらに、誰とも心が触れ合っていない寂しい親であれば、子供が離れて暮らすようになっても、お金をあげたんだからこれしなさいのような金銭的な方法で、まだ子供をコントロールしようとするかもしれません。これは裏を返せば、私の望む通りにしなければ金銭的援助はしませんという脅しになっているのです。このような親は、親子なんだから、家族なんだからという言葉を使って子供を操作しようとしますが、本当の愛を知らない人の親子なんだから、家族なんだからです。本当の愛はお金ではなく心でつながるものです。このような親から母性愛は期待できません。そしてこのような親は子供を傷つけていますが、自分目線しかないので、子供を傷つけたことにさえ気づきません。では、ポイントを振り返りながらまとめます。
依存心が強く甘えている人は、子供のようにああしてほしい、こうしてほしいと激しく強く求めすぎています。でも、心のどこかに自分は愛してもらえる存在ではないというのがあるので、その激しく強いものを得るために、一手間必要になります。つまり、身を削って何かをします。そして、身を削ったのに見返りをよこさないのは不当だと激しく怒りを覚えます。確かに、物々交換なら相手が不当です。だから強く出るのです。本当のことには気づいていないので、自分が正しいと思って強く出ます。本当のこととは、自己中心的に強引に取引をしているということです。例え話を作ってみましょう。自分は犬を飼っていて、隣の家は金の卵を産む鶏を飼っているとします。隣の家は鶏のおかげで大金持ちです。そして、隣の人はいい人で、お宅のワンちゃんはかわいいですね。うちも犬が欲しいな。と言ってくれたとします。そこで、じゃあうちの犬を一日だけ連れて行っていいですよ。と言い、一日だけ貸すことになりました。翌日、隣の人が犬を返しに来たときに、一日鶏を貸してと要求しました。当然断られました。そこで、私の命の次に大事な犬を借りといて、鶏を貸さないとはなんてひどいやつだ。と、激しく怒りを覚えます。そして、自己中心的だから、自分しかないから、自分が自己中心的だとは気づかないのです。確かに、本人にとってその犬は、命の次に大事かもしれませんが、相手は人の家の犬など借りても嬉しくないということに気づかないのです。隣は社交辞令でお宅のワンちゃんは可愛いですねと言っただけです。この話のポイントは、相手はそこまで嬉しくないことを勝手にされているということです。もう一つのポイントは、自分も身を削っているということです。勝手にしているとはいえ、自分もしたくないことをして身を削っているのです。人を愛せない人が人に何かをしてあげることはとても苦痛です。こうなると、大したことはしていなくても、自分はすごい犠牲を払っているように感じます。そこで見返りが返ってこないと、ただの怒りではなく、激しい怒りになります。それだけではなく、自分は正しいと思っているので、さらに怒りが激しくなります。激しい怒りを感じていますが、そもそも優しくしてもらえない原因は、自分にしてあげたいという気持ちがないからです。してほしいという気持ちしかないからです。ということには気づいていません。見返りを求めずに、相手が好きだから相手のために尽くしている人は、自分が身を削っているとは感じません。こんなに尽くしたのにと感じる人は、相手を愛している人ではなくて、見返りを求めている人です。また、アダルト・チルドレンは知らない間に嫌われてしまうことが多いです。
それは、してほしい、してほしいが激しく強いからです。この気迫は相手に伝わるので、相手は不快です。相手は不快なのに、こっちも見返りが返ってこないから激しく不快なのです。そして、このイライラも相手に伝わります。だからこのタイプのアダルトチルドレンは、相手に嫌われることをした覚えがないのに嫌われてしまうのです。自分では尽くしているつもりなのに、どんどん嫌われて周りの人が去っていってしまいます。そうなる前に自分を点検してみてください。相手にこうしてほしいという期待があるのは普通です。普通の期待であれば、その通りにならなくても怒りにはなりません。でも期待を通り越して激しく強く要求していると、見返りが返ってこないと激しい怒りになります。そして見返りを求めていると、してもらっていないことばかりに意識が集中し、自分がしていないことには意識が向かないのです。もしかしたら自分は相手のしてほしいことではなく、自分勝手に自分ができることをして、見返りを激しく強く求めているかもしれないと考えてみることが必要です。このチャンネルでは、このようなアダルトチルドレンが生きやすくなるために、気づかなければいけないことや認めなければいけないことなども配信していきます。応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。